テスラモデル3のホイールはセンターハブが大きく高さもあります。ラグボルト径も M14 と太く既製のサイズではないので今回専用で製作しました。この車両はアームの設定がなくて専用の足回りになっています。でピローアッパーマウントスライドのものを組み合わせてもダブルシボンの足回りなので極端なキャンバーがつけれません。エアサスだけで車高を下げるセッティングになります。極端なキャンバーをつけるっていうのも車のクリーンなスタイルには似合わないので今回は走行車高をつらい位置にしてでエアゼロ着地でリムがかぶるようなセッティングをスタイルとして実現しました。テスラのフロントなんですけど見ての通りダブルシボーンのサスペンションに大きなブレーキついてます。ブレーキが大きいと必然的にアウターのリムがちょっと浅くなる感じになります。で今回採寸した結果20インチでサイズが 9.5J のプラス24っていうサイズをチョイスしました。例えば21インチ22インチになると内側のこのナックルのトップのところに干渉しちゃうのでそこのサイジングも重要になってきます。ブレーキの外周を避けるということで21インチを採用することもできるんですけどそうすると前下げの時にホイールがかぶりすぎちゃって見え方がおかしくなったりとか着地しにくいという問題が出てきます。20インチの方が横から見たボディの面積とホイールのバランスがトータル的にいいので20インチにしました。それと電気自動車ということで扁平率が低いタイヤだとロードノイズを拾いやすくなるので今回20インチにしました。リアも同じように内側のクリアランスとフェンダーのトップのクリアランスを見ながら採寸していきました。ダブルシボンなんでストロークすると倒れていくのでタイヤが傾いていって奥側に干渉する可能性があるのでそこら辺も見越してサイズを決めてます。でそのサイズが 10.5J のプラス32っていうサイズになります。パフォーマンスモデルということで大きなブレーキがついてます。でそのブレーキをアピールするためにデザインはスポーク形状から選ぶように考えてました。テスラモデル3は近未来的な流線形フォルムとドアノブ等の直線的なデザインが特徴です。その2つの特徴に合ったデザインの BL18 をチョイスしました。 BL18 はダブルフェイスディスクで手前のデザインは曲線的なデザインで奥のデザインは切削痕を生かした直線的なデザインになっています。アクセントとしてピアスボルト、センターキャップのロゴ、ラグナットをブラックにして車体のドアノブや窓枠のブラックと合わせました。アウターリム、これも標準の仕様であればポリッシュって言われるツヤのあるリムなんですけど今回あえてツヤのないブラッシュドと呼ばれる線状の模様が入った形状のものを使用してます。ブラッシュドの処理の後にツヤ消しのアルマイト、マットアルマイトっていう処理をしてブレーキの強調にもなりますしディスクとリムのメリハリもつけれるのでスポーティーな仕上がりになります。車両に取り付けていきます。空気圧センサー TPMS ですね。こちらを装着できるように裏側に専用設計で穴を授けてます。テスラは TPMS が標準装備です。 TPMS は日本車であればレクサス、高級車やアメ車に標準装備されているものです。はい、完成したので走行車高に合わせてアライメントを取っていきます。ブロケードホイールはオールメイドインジャパン3ピース切削鍛造アルミホイールブランドです。デザイン性の高いホイールなのでご興味のある方はぜひウェブサイトをご覧ください。